今回は少量のチーズで満足感たっぷりに楽しめる12倍チーズの作り方をご紹介します。チーズは美味しいけれどカロリーが気になったり胃にもたれやすかったり、最近はお値段も少しずつ上がってきました。今回ご紹介するチーズは美味しいのに味はしっかりチーズで、とても簡単に作れる方法です。動画の後半では乳製品を使わない植物性チーズもご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。チーズは作りたい量を用意します。今回は 200g ほどのチーズを作るので 20g 使います。今回は量を調整しやすいように細かくなったとろけるチーズを使っていますが、スライスチーズでも問題なく作れます。お鍋に牛乳を 200ml 入れます。今回は低温殺菌牛乳を使っていますが、どんな牛乳でも問題ありません。豆乳でも代用できます。片栗粉を 20g、 コーンスターチでも代用できます。お塩を小さじ1/4入れます。ここで片栗粉のダマが残らないようしっかり混ぜてください。最初は底の方に片栗粉が沈んでいる感覚があると思いますが、それがなくなれば OK です。よく混ざったら火にかけます。火加減は中火と弱火の間くらいです。絶えず混ぜながら温めます。牛乳が温まったタイミングで一気にとろみがつき始めます。固まってきても絶えず混ぜ続けると、ざらついた見た目からだんだんとツヤが出てきます。固まってからも1分ほど混ぜ続けてください。しっかり混ぜながら加熱しないと片栗粉が完全に溶かせず、粉の味が残ってしまいます。ふつふつと軽く沸いた状態をキープしながら1分間くらいしっかり混ぜたらチーズを入れます。チーズが溶けるまで混ぜましょう。これでほぼ完成ですが、今のままだと白っぽいチーズになってしまうので、見た目をよりチーズらしい黄色にするためにターメリックを少し加えます。色をつけるだけなので、ターメリックがなければ省いても大丈夫です。量は耳かき1杯もないくらいのほんの少し。入れすぎるとターメリックの香りが出てしまうので注意です。ターメリック以外で黄色を出したい場合は卵黄でも代用できます。もちろん何も加えず白いままで作っていただいても問題ありませんので、お好みで調整してください。混ざったらバットやタッパー、お茶碗などお好みの容器に入れます。今回は黄色く色付けしたチーズはバットに、白いままのチーズは器に流し入れて後で比較してみたいと思います。粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で2時間ほど冷やします。次は乳製品を使用しない植物性チーズの作り方をご紹介します。豆乳を 200ml、 片栗粉は先ほどより少し多めで 23g 入れます。今回は植物性のチーズが手に入らなかったので酒粕で代用します。酒粕を入れたらチーズ特有の発酵した風味を出すためにお味噌を小さじ1入れます。
酒粕とお味噌が完全に溶けていなくても問題ないので、そのまま弱火にかけます。混ぜているうちに自然に溶けていきますので安心してください。あとは先ほどと同じくふつふつした状態を保ったまま1分くらい混ぜ続けます。混ざったらお好みの容器に移し、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。粗熱が取れてから冷蔵庫に入れて2時間冷やしました。側面を剥がしてから逆さにするときれいに剥がれます。切るときは包丁につきやすいので、あらかじめ包丁を水で濡らしてから切るとくっつきにくくなります。見た目がきれいに仕上がるように端を切り落としました。よくある三角形のチーズをイメージして三角にカットしていきます。できました。こちらは黄色く色をつけていない白いチーズです。側面を剥がしてから取り出します。お好みの大きさに切っていきましょう。器でかたどった丸みのあるチーズも可愛らしいです。できました。植物性のチーズもしっかり固まりました。12倍チーズの完成です。ターメリック入りとターメリックなしの色味の違いはこんな感じ。味は同じです。卵黄を入れて作った場合はコクがプラスされます。早速いただきます。少量ですがチーズが入っているので、牛乳でかさ増ししてもしっかりとチーズの味がします。程よく濃厚であっさりしているので食べても重くなりづらいです。植物性タイプはチーズを使わず酒粕を使っているため、濃厚さはやや控えめで、チーズそのものの風味は強くありません。チーズそのものというよりチーズ風といったイメージで楽しんでいただければと思います。植物性チーズで作ればより本格的な味わいに近づくかもしれません。今回は型に入れてから冷やして固形のチーズにしましたが、チーズフォンデュやグラタン、ピザにかけるときは冷やす必要はなく、そのままお使いいただけます。チーズフォンデュとして使う場合はあまり固まりすぎない方が扱いやすいので、片栗粉は半量の 10g 程度にすると程よいとろみになり、より食べやすくなると思います。比較的ヘルシーなのでたっぷり楽しめるのが嬉しいポイントです。ピザトーストにして焼いたらどうなるのかも見てみます。程よく焼き色がつきました。チーズを冷やして固まっても温めるとまた緩くなります。とろけるチーズのようにビヨーンと伸びることはありませんが、味はしっかりチーズです。ピザトーストやチーズフォンデュを食べて気づいたことは、
出来たてをすぐに食べるよりも一旦冷やして翌日くらいにいただいた方がチーズの風味がより濃く感じられました。保存期間は冷蔵で3日ほど、冷凍だと2週間くらいは持ちます。ただ冷凍すると食感が変わってしまうので、再度加熱をしてから使うのがおすすめです。焼いても少し緩くなってしまうので、温野菜やハンバーグにかけたり、パスタソースやスープに溶かしたりしてご活用ください。せっかくなのでカロリーやお値段も計算してみました。今回作ったチーズを 240g、全部食べた場合、約 271kcal で、脂質は約 13g になります。とろけるチーズを 240g 食べた場合は、約 835kcal で、脂質は約 64g になります。カロリーは約3分の1、脂質は約5分の1に抑えられました。牛乳を豆乳で置き換えた場合は、カロリーも脂質もさらに抑えられるので、お好みで作ってください。今回酒粕で作った植物性のチーズは 240g すべて食べた場合で約 203kcal、脂質は約 5.9g になります。今回は10倍に増やしていますが、チーズを 20g から 10g に減らせばよりあっさり軽い仕上がりに。20g から 40g に増やせばぐっとコクのある濃厚な味わいになります。コスト面から見ると、このチーズ1袋で 12.5 回分のチーズを作ることができます。今回使用したチーズは1袋537円。12倍チーズは約 240g の仕上がりでおよそ103円ほどという計算になります。こちらのチーズを 240g 食べる場合と比べると、コストは約5分の1。カロリーや脂質だけでなく、お財布にも優しい、まさに節約チーズとも言えるかもしれません。とろけるチーズは小分けにして冷凍しておけば約1ヶ月保存できるので、必要な分だけ使えて無駄がありません。今、いろいろなものの価格が上がっている中だからこそ、少ないチーズでしっかり満足できるこの方法をぜひ一度試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。